年老いし狼の王は群れを去り終焉を求めた。立ち止まることは悠久の夜をこっちよデカブツ。いずれは明ける。春訪れし時、彼女もまたよみがえる。これだ。狼が来たわよ。逃がさないわよ。すぐに終わらせてあげる。見つけた。イケてるでしょ。ほら、ひとっ走り付き合ってあげる。私が負けるところなんて想像もできないわよね。どう？見とれちゃった？先行サーバーでの大型イベント前に花か生放送がありました。大型イベントの紹介と新規人形スキンが公開されました。まずは新規人形の1人目、反逆正体の AK12。まずはこれだから簡単に見ていきましょう。いつものことですが、実装されるまでは具体的なバフ性能はわからず、誤訳の可能性もありますのでご了承ください。正式な翻訳がまだ存在しないため、バフや上昇ステータスの種類はできるだけ分かりやすく簡潔に説明しています。正確な効果については実装後に確認しましょう。これらは水属性のアサルトです。新水らしく召喚物を持っており、今回は自動車を召喚します。自動車はウルトで召喚でき、これら本人と自動車それぞれにスキルがあります。まずはこれらのスキルを見てみましょう。通常攻撃は水属性ダメージです。通常攻撃後、自動車のギアが N 段になり、スキルは使用できなくなる代わりに生存力が上昇します。スキル1は単体水属性ダメージです。スキル使用前に与えダメージ増加バフを獲得し、さらに SP を獲得します。スキル1使用後、自動車は S クラス弾となり、与えダメージと移動力が増加します。スキル2はスキル1と同じバフを獲得し、自動車のダメージも増加します。スキル2使用後、自動車は S 弾となり、与えダメージと移動力が増加します。ウルトは自動車を召喚するもので、その後は自動車の HP と耐性を回復するスキルへ変化します。パッシブは自動車と関連しています。まず、これらが受けるダメージの一部を自動車が肩代わりします。自動車の行動終了時、スキル1と同じバフを獲得します。S クラス弾であれば追加で獲得します。これだと自動車が同時に存在している場合、与えダメージと移動力が増加します。スキル2使用後及び行動終了時、周囲に範囲水属性ダメージを与えます。自動車がスキル1を使用した後は、これらのステータスも自動車のステータスに応じて強化されます。ここまでを見る限り、これらはスキルを使用して自動車のバフ種類、ギアを調整しながら、自身はスタックするバフを蓄積して
ダメージを伸ばしていくタイプに見えます。それでは自動車側のスキルも見ていきましょう。スキル1はこれら以外の味方を登場させるスキルです。登場した味方はターゲット負荷となり、自動車が破壊されるとその味方も死亡します。自動車は登場した人形のステータスの一部を獲得します。おそらくこのステータスがこれら自身を強化する数値も増加させるのでしょう。スキルには範囲水属性スキルです。高低差を無視して敵を中央へ引き寄せます。スキル使用後は追加移動が可能で、さらにスキル3も使用できます。スキル3は移動しながら範囲水属性ダメージを与えます。 S 段 S たす段であれば追加ダメージがあります。自動車にも専用パッシブがあります。ターン開始時は D 段で始まり、 D 段では与えダメージと移動力が増加します。行動終了時に P 段へ変化し、被ダメージが減少します。ギアは重複せず、常に一つの状態のみ維持されます。敵と衝突せず、移動系でバフに免疫です。ダメージ軽減を持ち、ダメージを受けた際に回復します。行動終了時 S 段 S プラス段であれば周囲に範囲水属性ダメージを与えます。自動車側のスキルを見ると、敵を引き寄せながら範囲ダメージを与え、 S 段 S プラス段効果で追加ダメージを与えるタイプに見えます。特徴的なのは味方を登場させるスキルですね。スキルを使い切った人形を乗せる運用になるのではないでしょうか。ターゲット負荷になるため、その後はスキルを使えないようにも見えますが、下ろすことができるのかは分かりません。下ろせないのであれば、強力なパッシブを持つ人形を乗せることになりそうです。この辺りは実装されてみないとわからなさそうですね。継続的に強化を受けてきた召喚コンセプトの新水における重要なパーツに見えますし、実際の性能が楽しみです。長い間待ち望まれていた AK12 でもありますからね。イベント後半では AR 招待の AR1 号アステリアが実装されます。まだ時間があるため、イラストは半分程度しか公開されていません。 PV 公開まであと3週間ほど待つ必要がありそうです。アステリアは物理サポートで、物理の弱点攻撃を強化するとされています。背負っている復讐砲がとても気になりますね。ウルトで使用されるそうです。物理属性は現在属性反応の恩恵を受けられずやや不遇ですが、物理編成の新たな希望となりそうです。二次上位キーも追加されます。対象はトロロとレイニーです。トロロも召喚コンセプトを獲得します。複数のドローンを召喚し、集中放火するコンセプトとのことです。どれほど性能が向上するかはまだ分かりませんが、ニキータの立場がやや微妙になってきているようにも見えます。レイニーの第2上位キーについては具体的な紹介はありませんでした。一時上位キーが弱めだっただけに、今回は大幅な強化があるかもしれません。パエトウーサとハープシーにも上位キーが追加されます。パエトウーサは追加攻撃を獲得し、敵に刀追加ダメージでバフを付与して刀編成も支援します。ハープシーは全体的なダメージが増加しそうです。パエトウーサは賛成。刀の両面でより活躍できるようになり、最近はフェアリンとの組み合わせで活躍の場を得たハープシーもさらに強力になります。ガチャスキンおよび通常スキンが多数追加されます。これらはガチャスキンです。専用インタラクションもあり、配信では少しだけ公開されました。ヘレンはガチャの2等賞です。
ニキータスキン。アステリアスキン。前作のさまざまな姿を取り入れています。テリーは栄誉ショックスキンのようです。シャークリーは配布スキンです。イベント報酬スキンと思われます。そしてすぐの実装ではありませんが、ミシティのスキンも公開されました。グローバル版で先に公開されたクルカイ、リバとともに今後追加予定です。このほかクルーデッキイベントや小規模イベントなどもあります。既存のミニゲームも復刻されます。一方で新しいミニゲームも追加されます。プラットフォーマーですが、制約付きのしょぼんのアクション風ゲームですね。ジャンプ禁止や左移動禁止などが例として紹介されていました。以前 PV で公開された見下ろし型のシューティングモード、通称ドッコフは現在も開発中で、一部プレイ映像が公開されました。また再起回廊、選区、人気投票も復刻され、フィードバックを受けて改善したとのことです。しかしこの選区のマップ、得意点の蜂の巣ですね。 PTSD がよみがえる。選区報酬となる新たな重装備も公開されました。その後はグッズ紹介がありました。 BW2026 グッズやバイス・シュバルツとのコラボ、その他各種フィギュアなども紹介されました。そうそう、今回はルニシアの登場も予告され、ゲーム内映像も短く公開されました。ついにルニシアまで登場するとなると、ストーリーもいよいよ大きく動き出しそうです。とても楽しみですね。そして最後に次回実装される新規人形のシルエットが公開されました。 MDR、黒、イグラ、そして G36C です。今回も素晴らしいラインナップが待っていますね。以上で今回の大型イベント配信のまとめでした。ご視聴ありがとうございました。